ナポレオン・ボナパルト、1769年8月15日、地中海に浮かぶコルシカ島のアジャクシオに生まれました。彼が生まれたわずか数ヶ月前、この島はフランス領となったばかり。両親は小貴族の家柄で、コルシカの伝統を誇りにしていましたが、島民の多くはフランスへの反感を抱いていました。少年ナポレオンは地元での教育を経て、フランス本土の士官学校へ進学します。フランス語には強い訛りが残っていましたが、数学や法兵学において抜群の成績を収め、やがて砲兵将校として任官します。時代はフランス革命の真っ只中、貴族社会が崩壊し、革命の嵐が国内外に吹き荒れる中で、彼は急速に頭角を現します。1793年、トゥーロン包囲戦での活躍が決定的でした。包囲戦の中、砲兵の配置と射撃計画で抜群の才能を発揮し、敵を退けることに成功。若くして准将に昇進します。1795年にはパリでの反乱を鎮圧し、政権中枢にその名を刻みました。1796年、ナポレオンはイタリア方面軍司令官に任命されます。この第一次イタリア遠征は、彼を英雄に押し上げました。機動力を生かした軍団運用、敵軍の連絡線を断つ戦略、そして戦いの成果を大きく広報する軍法の発信、勝利の事実だけでなく、自分を物語の主人公として描き出す手腕は、この時すでに確立されていました。イタリア各地での連勝は、兵士たちの士気を高め、彼の名はパリでも熱狂的に受け入れられます。1798年、エジプト遠征が始まります。軍事的にはイギリス海軍のネルソン提督に敗れ、戦略的目的は達成できませんでしたが、彼は学者団を同行させ、ピラミッドの前で兵士に語りかけ、ロゼッタストーンの発見など、文明と科学の遠征として世界に発信しました。軍人でありながら文化的指導者を演じる、これもナポレオンの得意とする演出でした。1799年、帰国後のフランスは政治的混乱の最中、彼はブリュメール18日のクーデターを断行し、統領政府を樹立、自ら第一統領となります。この時点で事実上の国家元首でした。国内改革にも着手し、中央集権的な行政制度を構築、全国を県に分け、県知事を任命して官僚機構を整備、教育制度では理性や大学を整え、優秀な人材を育成しました。経済面ではフランス銀行を創設し、通貨と財政の安定を図ります。そして1804年、ナポレオン法典を公布、所有権の保護、契約の自由、法の下の平等を謳い、封建的特権を廃しました。これらの制度は後に世界中の民法の基礎となります。1804年12月、ナポレオンは国民投票を経て皇帝に即位します。戴冠式ではローマ教皇ピウス7世が見守る中、自ら王冠を頭に乗せ、権威の源泉は自分自身であると誇示しました。彼の帝国は安定、秩序、栄誉、出世の機会を提供し、多くの国民の支持を集めます。軍事的にも彼は輝きを放ちます。1805年、ウルムでオーストリア軍を包囲し、続く12月2日のアウステルリッツの戦い、三帝海戦では、ロシア皇帝とオーストリア皇帝を同時に破る大勝利を収めます。彼の戦い方は中央一戦略と呼ばれ、分散した敵軍の中心に素早く打撃を与え、かっこ撃破するものでした。1806年のイエナーウェールシュタット、1807年のフリートラントでも勝利を収め、チルシット条約によってヨーロッパの半島を再編しました。しかし、海では勝てませんでした。1805年10月、トラファルガー海戦でネルソン率いるイギリス海軍に敗北。そこで彼は経済戦争に切り替え、1806年に大陸封鎖令を発布してイギリス製品の輸入を禁止します。だが密貿易が横行し、大陸側経済も疲弊、戦略は思惑と逆の結果を招きます。さらに1808年、スペインへの介入が泥沼化、半島戦争と呼ばれるゲリラ戦が長期化し、兵力と資金を消耗させます。そして1812年、ロシア遠征が運命を決定づけます。60万を超える大軍で進軍しましたが、ロシア軍の焦土戦術と
厳冬により補給は崩壊。ボロジノの戦いの後、モスクワに入城したものの、町は火に包まれ、食料も乏しく、撤退を余儀なくされます。ベレジナ川の渡河は悲惨そのものでした。生還したのはわずかな兵だけで、無敵の物語はここで崩れ落ちます。1813年、ライプツィヒの戦い、諸国民戦争で敗北。翌1814年、連合軍はパリに迫り、ナポレオンは退位してエルバ島へ流されます。だが彼はわずか1年後、島を脱出し、フランスへ帰還。進軍途中で出会った兵士たちに、世を撃てと叫び、兵士たちは彼にひれ伏しました。こうして始まった100日天下は、1815年6月18日、ワーテルローの戦いで終わりを迎えます。ウェリントン率いるイギリス軍とプロイセンのブリュキャー軍に攻撃され、決定的敗北を喫しました。再び退位したナポレオンは、大西洋の孤島セントヘレナへ送られます。監視下で彼は回想録を口述し、自らを近代の英雄として描く物語を残しました。1821年5月5日、51歳で死去。彼の死後、その物語は神話となり、今も世界中で語り継がれています。ナポレオンの遺産は戦場の勝利だけではありません。ナポレオン法典、中央集権的行政、能力主義による登用、教育制度の整備、英典制度の確立、これらは現代社会の基盤の一部として残っています。彼は問いました。秩序か、自由か、効率か、多様性か、その問いは2世紀を経た今も私たちの前に立ちはだかっています。チャンネル登録、高評価お願いします。